今日も暑いイタリアからお届けします。ナオミンキアンティのナオミです。今日はね36度もあったんです。暑いです。もう6月なのにまだね。7月はどうなることやら。今日は、50代海外移住いろいろというテーマでお話ししたいと思います。私は現在フィレンツェから、車で約30分くらい行ったところの、こういったワイナリー、ブドウ畑に囲まれたところに住んでいます。というのも私のパートナーがこの近所に住んでいるので、こっちの方に引っ越ししてきたわけですが、車を買ったりとか家を探したりとかいろいろここに居着くまでにはちょっといろいろ大変だったんですけれども、海外移住といっても私はバッグを作る学校に行ってでそのままここに居座ったわけなんですが、海外移住っていうと海外暮らしっていうとね楽しいことばっかりではなく、イタリアに住むとなると滞在許可証が必要になって、もちろん労働ビザが必要になるので、そういった労働、仕事のコントラクト契約も必要になります。今年で、イタリアに来て12年になりますけれども、毎日が楽しそう、人生が変わったなんていうそういったキラキラした海外生活だけではありません。私のYouTube 見てるといつも食べたり飲んだりいろんなところに行って楽しそうにしてますけどね。確かに月曜日から金曜日まではしっかり働いて土日楽しむというスタイルをとっていますけれども、こういった落ち着いた日々が遅れるまではちょっといろいろやっぱり葛藤もありました。50代となると周りの私のねここに住んでる友達もみんな同じような今問題にちょうど差し掛かっていて、両親がね日本にいる両親が年を取ってきて、本帰国も考えなければいけないようなそういった状況にあります。今回はそんな50代海外暮らしの本音を話していきたいと思います。どうぞお付き合いください。まずは良かったこと、海外移住して良かったと思うことは、私の場合は一番は視野が広がったということです。視野が広がったというか考え方が柔軟になったというか、日本では当たり前だったことが海外では全く当たり前ではありません。逆にイタリア人から見ると、なぜ日本人はそんなに頑張るのと言われることもあります。日本では家族やプライベートの時間を優先するよりも仕事優先のような考え方が根付いているように思います。一方こちらでは仕事は生活を支える手段と割り切って、週末やバカンスは家族や友達と思いっきり楽しむという生活スタイルなので、仕事がもし夕方18時までだったら18時にはもう会社を出ている。お店が20時までだったらお客さんがいてもいなくても20時にはもう閉めて帰るというのがこちらの鉄則です。誰もサービス残業などはしません。50代になった今でもこのように新しい発見があるのは面白いです。一方で思っていたのと違ったこともあります。海外移住しても悩みは消えません。これは30代の頃にオーストラリアに留学してた時にも感じたことですが、日本にいた時の悩みが別の形になって現れてくるだけで消えることはありません。例えば言葉の問題、さまざまな役所関係の手続き、医療、人間関係、仕事のキャリア、そして孤独感。場所や環境が変われば悩みが消えるということはないです。
本質的に自分の中身が変わらなければ、結局また同じ悩みにぶつかるだけ。仕事も現状で満足していれば、それ以上向上することなどありません。若い頃は勢いで乗り越えたことも、50代になると少し違います。体力も気力も限りがあることを実感します。これは少し個人的な話ですが、パートナーがいるから安心というわけでもありません。実際には家族関係、文化の違い、価値観の違い、いろいろあります。イタリアの家族の絆は社会の基盤になるほどとても強いです。離れていても常に電話などでコミュニケーションをとります。毎日家で顔を合わせていても、よくそんなに話すことがあるなと思うほど家族の間で話をします。時々家に友達や親戚を招待して会食するのもイタリア文化。家の権限はすべてマンマが実権を握っている。マンマから OK が出ないと何も決められない。成人しても実家暮らし。一緒に住めば解決すると思っていたことがそうでなかった経験もあります。逆にさらに孤独を感じて一人でいることを選びました。自分の味方はどこにいるのだろうと。海外移住は自分自身と向き合う時間でもあります。最近よく考えるのが日本への本帰国です。父が歩けなくなり、とうとう施設での生活を余儀なくされました。母も最近手術するなど、今年に入っていろいろ状況が変わってきました。日本には実家があります。一方、イタリアでは賃貸暮らし。自分の老後、住まい、医療、そして年老いた親のこと、いろいろ考えます。でも同時に12年過ごしてきたイタリアも私の居場所。楽しかったことも苦しかったことも含めて、ここで過ごした時間は私の人生の一部です。イタリア語ゼロの状態でイタリアに渡り、正社員の仕事を見つけて長期の滞在許可証を取ることも簡単なことではありませんでした。だから簡単には決められません。50代の海外移住は成功か失敗かでは語れません。私自身今も迷っています。でも迷いながら生きるのも人生なのかなと思っています。もし同じように海外暮らしや本帰国について悩んでいる方がいましたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。